Meshtabi, Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai. Kushalo Kaiwai 15 des. それでは早速、Let's get it started. 1. Otanoshike. Buta Fuku. 楽し家にございます豚福さん、視聴者さんがおすすめしてくださった豚丼屋さんね。はい、ここでは豚丼もさることながらこれがオツでございました。豚カレー。またカレーって今視聴者さんの声が聞こえたよ。あれ、そうかい、確かにね、カツカレー選手権リリースしてからカレー絡みのタレコミが激増しちゃってね、嬉しい限りです。で、ここは豚丼美味しいって情報でしょ。だけどさ、このカレーうまくない？美味しい。私も豚カレーにすればよかった。甘口ながらかなり美味しいカレーですね。豚丼との相性も我々のようにぴったりです。そうかしら。カレーホット注入で最高傑作に。これを楽しけの楽しみ増えたわ。髪の毛は増えないんだけれどもね。 2. Kuragane Cho 13. Wa Sho Achiba. 釧路といえばおなじみ、朝は鮭番屋か。こちら今更と思った方もいらっしゃるでしょう。観光でいらっしゃる方はボタンエビやらウニやらカニやらと行くのでしょうが、食べ歩きが日常のミスタービーズの場合はちょっと違います。はい、千葉産エコノミークラス海鮮丼でございます。せこく50円100円のネタばかりをチュージング。Choosing. 生のニシンやらたらししゃもの子なんか安いけど美味しいんですよ。これで海鮮丼902円なり。ごちそうさまでした。ボタンエビやウニ、イクラをのせればいくらでも豪華にできます。 3. Hamamachi 4. Shakabanya. もっぱら釧路の朝食はこちら。はい、飯旅殿堂入りのこちらのお店、美味しい魚の食べ方を教えてくれるんです。魚の皮が美味しいのは知っていたけれども、骨もうまいとはね。家でなかなか骨まで美味しいって焼き方はできないからね。とうとうで外せないお店の代表格ですね。 4. Fumizono 1. Hatch Bakery. 一戸建ての立派なベーカリーかと思いきや、扉を開けると最近流行りの狭小系ベーカリーでした。でも所狭しと並ぶパンたちが楽しいね。いろいろ食べたくなる。気になるパンがいっぱいすぎて選ぶの迷っちゃって大変でした。クロワッサンが270円と高級な部類だけれども、これ上品なお味わいグリーンっぽいやつやったね。味合い。これ上品な味わい、バター臭さが全くない美味しいクロちゃんでした。パンベルデュア、パンベルデュア、パンベルデュパンベルデュ正解はこちら。パンベルデュア、見た目がシャトー。 Mitamega Shato. 買ってすぐ食べた時はあれって思ったんだけど、翌朝食べたらすっこぶる美味しかった。フレンチトーストだから皮まで液が染みて美味しくなった模様。少年野球観戦のお供に最高でした。 5. Ikoku Higashi 3. RG Ya. こちらは視聴者さんタレコミのディープなお店。パイコー麺ならぬパイコー飯。パイコ飯だと思うね。パイコー飯とは揚げた豚ロースが1枚乗った的なと思いきや、予想と違ってびっくり。なんとも釧路ソウルっぽい中華屋さんですね。開店から客がくる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 。釧路ナンバー。ほとんどのお客さんがパイコー飯をオーダー。ラーメンも出てましたね。チャーハンがうまい。広東麺がうまいという先輩。広東麺がうまいというパイセンの書き込みで、広東麺がうまいと書き込みで仰せられるパイセンもいらっしゃいましてね。すごい迷った挙句、今回はパイコー飯とチャーハンチョイス。正直観光客がわざわざってお店ではないかなと思いますけれども、普段使いの飯屋にしたい胃袋をわししウェイウェイ、胃袋をわしづかみにするお店でした。 6. Waraholo. Michino Eki Waraholo. すごいきな粉なんです。
すんごいきなこって記憶はしてたんだけども、その記憶を上回るすんごいきなこ味でしたね。はい。っていうと皆さんすんごいきなこ口で食べに行っちゃうからさ、実際食べた時にそれほどでもないじゃんってなっちゃいそうだから、よってきなこ口は禁止します。ちょっと何勝手なことばかり言ってんの？バニラだと思って食べてみてください。そうね、その方がきなこが楽しめるわね。 7. Onsen information. ニューヨーク Showa 205 Taiki no Yu. サウナに力入ってますね。どうぞ。広いし、基本すべて内湯を介さずに完了する理想的なサウナ作りが嬉しすぎる。気候がフィンランドに似てるのかもしれないね。サウナに適した。なるほど、そうかも。アトモスフィーがいいです。 Atmosphere. あともう少し小遣い欲しいの？違うよ、アトモスフィーだよ。外気が澄んでて気持ちいいよね。もうちょいサウナ室の温度が高いと最高かな。うとうとこっくり入っちゃったからね。眠くなるサウナは時間がかかりすぎてダメだ。週末は朝6時から朝からサウナ入れるの超いいね。朝からすげえサウナーたちが Sauna. たくさん集まってましたね。ここはお気に入りに追加。昭和店のフィンランド式サウナ最高っす。春鳥店もサウナいいよ。 8. Sakai Machi 3 Torimatsu. ザンギ発祥のお The 店。 birthplace of the Zangi. 現在北海道で広く知られているザンギは骨なしのものが多いですが、当初は谷松さんのように丸ごと1羽をぶつ切りにしてあげたことから骨付きが元祖のようです。だから鳥松さんのザンギケンタッキーフライドチキンそっくりなんだね。そうそう、スパイス感のない和風味のケンタッキーみたいな、ケンタッキーで和風始めましたみたいな感じよね。ああ、あばらの部分なんかそっくりだよね。お持ち帰り用で食べたからなおさらかもね。これうまいっしょ。そうね、最近のザンギ言うたらカリッと食感重視で味はしょっぺーのばっかりだからあんまり食べる気しないのよね。ああ、全くだ。こういうタレつけて食べるタイプの方が理にかなってんだよね。漬け込んでしょっぺくならないうちに薄い味付けでさ。確かにタレがさ、薄い中濃ソースみたいな味で、これが絶妙ね。ウスターソースベースって言われてるけど意外だよねこれ、骨付き肉はやっぱりうまいね。手がぎっちょんぎっちょんになるけどね。間違いない。間違いない。あれ、どこ？近藤さん、近藤正彦さん。 9. Wurami 8 Ramen Maruhila. 釧路ラーメンの代表選手ね。港町らしい朝からやってるのが嬉しい老舗ラーメン。優しい透明感ある塩にどこのにも似てない和だし香るまろやかな醤油がなんとも美味しい。私この醤油ラーメン大好きなの。名店ですね。ラーメンも美味しいけど、帰り際のお母さんの気をつけてねがたまんないの。気をつけてね。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。 10. Kasugamachi 4 Ramen Ya Natsubali. 釧路ラーメンは丸平さんだけじゃございませんね。こちらも美味しい釧路らしいラーメンです。プリップリの牡蠣が7個も入った牡蠣ラーメン、塩でお願いしました。これ醤油でも味噌でも OK なんよね。塩にして正解かな。うまかったっすね。牡蠣ラーメンも美味しかったけど、この醤油めっちゃ好きなタイプでした。ああ、醤油もうまかったね。まろやかだよね、釧路の醤油は。そうそう。この牡蠣ラーメン塩レモン味って納豆かな。勝手に商品開発すな。 11. Kashiwagi 3 Chik Lo N Azumaya Sohong 10. 創業から100年を優に超え、釧路で親しまれてきたこちらのお蕎麦、同じグリーンつながりでなんとも金関心ニューワード出 New ました word. 金関心、なんとも近親感が湧くお蕎麦でございます。親近感でしょ。そう一緒。たまに見るけどこれどうやって緑色になってんだろう。
三大やぶそばが発祥と言われてるらしいのよ。らしいってことは貞岡じゃないんだと思うんだけど。貞岡？定かだろ。同じでしょ。とっても鮮やかな綺麗なお蕎麦。緑色は新蕎麦の色。一年中お客さんに新蕎麦を食べている気分を味わってもらおうと考えられたそうよ。新蕎麦ってことだったんだ。ほら、声が大きい。なるほどね。だって緑色になる要素ないもんね、蕎麦には。なんでもクロレラの粉末を混ぜて色をつけてるんですって。クロレラか、あれだね。ラーメン麺に卵で黄色く色付けしたストーリーと似てるね。三平さんと西山製麺の卵麺ね。面白いね、それね。なんて言ったよ。楽しいね。卵まま麺。はいはい。三平さんと西山製麺の卵麺ね。味ではなくって見た目で着色したってね。だ。12. Today's katsu curry. Nakazono 7. Kanasute. 皆さんからのおしもあり見参したところ、あれここ来たことあるぞってね。そうそう。昨年臨時休業でチーンだったところよね。そうさ、思い出したよ。去年楽しみにしてたのにさ、臨時休業だったっけな。いやー、嬉しいですね。やや高めですが、単品設定はなく、サラダ、スープ、食後のコーヒーまでついてこのお値段だからね。あら、それならじゃあリーズナブルじゃない？熱々の優しいスープ、あったまる。このスープを飲んだだけで美味しい店であることを確信しましたね。またスープだけでわかる？そんなの。ああ、こういうカップスープってはいスープでーすみたいな感じに、そのはいスープでーすみたいな感じって私はわかるけど視聴者さんがわかんないでしょ。わかんのかな。まあ愛情や魂が入ってないスープとでも言おうか。ぬるくて煮詰まり気味でしょっぱい店多いでしょ、こういうカップスープっていうのは。ここのみたいに鍋で直火で温めなきゃこんなに熱々になんない。しかも優しい、美味しい。せっかく出すならこういう風に美味しく出してくれりゃいいのにさ。あなたがよく言う美味しいものを作る人は美味しいものしか作れないってやつね。ってこと。酸味があるカレーはあまり得意ではないんだけれども、このカレーは酸味とスパイスのバランスが絶妙で、どんどんその独特な世界に引きずり込まれていく感じ。スティングの裏方で目立たないが、ポリスにおけるアンディ・サマーズとスチュワート・コープランドのような役割を果たしている。ちょっとマニアックすぎてわからんちゅうの。そうかな。奥にスパイスが潜む中から、これは子供向きではない、大人のライスカレーだ。いや、言うなればご主人の人生が詰まったライフカレーだ。ライフカレー。ダジャレ？うまい。名カレーが釧路にありました。魂のこもったカレー、ごちそうさまでした。13. Sakai Machi 4. Kadoya. 釧路のみの定番中の定番ね。酔いどれで粒食べて、ここの釧路ブラックで締めれば釧路に来たぞって感じじゃないですかい。それってあっただけじゃなくて、かもしれないけども富山ブラックはとてつもなくしょっぺいけど、釧路の黒い醤油ラーメンは見た目とは裏腹に優しいんだよね。ねえ、釧路の醤油が一番合う気するな。私は旭川もいいけどね。14. Toya. Nangbang Tay. 超有名ザンギの名店でございますね。なんか爆盛り系のイメージあるけど、実はすっごい美味しいのよね。はい、こちらは社会の窓全開で登場した空いてるって兄さんのエピソードで有名ですが有名じゃないっつうの。前回の飯旅のエピソードでしょ。見た人だって覚えてないって、そんなの。そうかな。最高のコントだったよ、ありゃ。コントじゃない、現実。実は思い出。気になる人はガチ旅シーズン2の釧路根室を見てみて。こちらのザンタレ、ハーフで頼んでも食べきれないくらいのザンギ量なんです。これもも2枚分ぐらいある？ある。肉が美味しいんですよね。タレで食べるタイプなんで、ザンギにありがちな味が染みすぎててしょっぺーがないんです。ほんと美味しいの、ここの鳥さん。
このタレがかかった状態のザンギ、ザンタレの元祖なのよね。鳥松はタレをかける、南蛮亭はタレがかかってるの違いね。そういうこと。そこんとこはいやいや微妙。気になるんだよね、ここのカツカレーも。残念だったね、品切れで。あとあれよ、あれも気になる。んだ、いないバーグ。15. Shibecha. Asahiya Shock Door. 1年ぶりの朝日屋さん。昨年出会ったばかりの北海道屈指の名カツカレーでございます。今回は私がどうしても食べてみたくてね、ぶっ込ませていただきました。閉店時間ギリギリになりましたが、なんとかセーフ。よかった。まだ1回しか食べてないからおじさんもうろ覚えさ。うまいって記憶はあるんだけども、明確な味の記憶はどんどん薄れちゃうからね。6味できればいいのにね。6味？6音、6が6味。ああ、はいはい。テイストレコーディングってことね。Taste recording. 全くだ。ああ、美味しかったっすね、やっぱり。ねえ、美味しい。予想してたのより全然美味しかった。ああ、おじさんも記憶してたのよりもっとうまいカレーだった。カレーがそもそも美味しいんだけれども、でもこれは市販ルーっぽい親しみのある感じのカレー。そうだな、水野くんちのカレーに似てるかな。もうわからんっちゅうの。水野くんって誰？これデミソースがかかることによって世界中探してもどこにもない未体験のカレーに表現するんだよね。朝日屋食堂恐るべし。これお兄さん考えたのかな。母さんかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もうまた食べたい。だろう。 Jakai no Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kita mi kaiwai des. Otanoshimini. See you soon. すごいサウナ先進国ですよね。道東は帯広にしても釧路にしても、サウナが充実してはる。すんごい充実してる。道東いいね。めちゃめちゃいい。だルールがちょっと分かんない。はい。当然のように皆さん私物を洗い場のところに置いてあるでしょ。置いてる。なんかここはあの人の場所って決まってる的な。桶にもお湯張りの、その中にタオルぶっ込みのまんまとか、絶対取るなよ的なね、とか結構いらっしゃってびっくりしちゃった。あれはどかすと問題になるのかね。でも場所取りはおやめくださいってそっから中に書いてあるんだよね。書いてるよね。誰もやめないという ね。ここです、ここ私の場所みたいな。あとやっぱり逆向きに座ってらっしゃる方がいましたね。壁にサウナ室での話、ね、サウナ室での話、一番下でもなんか後ろ側向いて、暑いからなのかなと思ったんだけど、喋るためにではなく、顔が熱いんだろうね。なんか座禅組んでるみたいな。それ後ろにそう人いたらこっち見ないでしょ、さすがに。見る。マジで寒い地方はやっぱりちょっとあれですね、促進率は高くなりますねピー。あれこれ夜と昼でもちょっと時間帯によってね、昼間の方がやっぱり促進率が高い気がしますよね。それ年齢が高いということですかね。やっぱり混む時間帯は避けるんじゃないですかね、促進的に。ああ、なるほど。わからないけども時間帯関係なく行かられます。ついつい見てしまうね。めっちゃ見てるよね。見刺さるよね。見刺さる、そういうのはない。なんか自分の中でちょっとゲーム的にね、顔からどんなものをぶら下げてるかっていうのを想像する連想ゲームみたいなのを風呂の中でよくやるんで、鼻が大きいと大きいみたいな感じの。そうあ、この人はちっちゃそうだなって見てよし、ああこれでっけえ顔だと思ってよしみたいなね。皆さんもやると思うんですけど、他の男性もやるのかな男の人って隠して入るの？いやほぼ隠してると大体包茎か促進ですよねそうか、まあおじさん促進の代表格なんですけどね
どんなもんじゃいっていう態度で来ますからね、すんごいのぶら下げてると。そうか、肩で数切れいや、見られすぎて恥ずいから隠してるパターンも稀にある。あまりに大きくて、小学生とかがすんごいのぶら下げているとね、思わず声まで出ちゃうね。おじさんたちの地鳴りが立派だなって、なんかコメントでもいただいたよね、小学生のビッグな。はいはい。それはあれでしょ、てるのを親がなんとかしろみたいな。そうカチンコチン。それどうしようもないよね。親もどうしようもないよね。やめなさいって言って別に悪気があって、面白くてそうしてんの。多分僕のすごいだろう的に、ドヤ顔がね、みんな下向いちゃってるんでしょ、僕のはこうだよみたいな。ドヤ顔がっていうコメントね。それ大人になってから思い出してすごい恥ずかしい思いをすると思うけど。そんな子に会ってみたい。なかなかいないですよ、カチンコチンにしてる人。やっぱ道東に来るとあれですね、若いパパが多いですね。若いパパママ、多いね。パパママ。秋の新作考えました。なんだっけ、武術家美術館訪問。武術家美術館訪問。あれこれマジですからね、この人。武術家狙いでできる人じゃないんで。美術館訪問。武術家美術館訪問。おじゃない。何一つ言えてない。ぜひ皆さんも秋の夜長楽しんでみてください。バイ、Thank you。した。